広い。はい、いただきます。こっちは乗り物だからね。そう揺れてるから。はい、ということで今回はですね、苫小牧からですね商船三井のサンフラワーでカーフェリーですね。今ね僕が乗ってるこのキャンピングカーキャブコンで 4.9 メーターということで5メーター以下の普通乗用車ですねのカテゴライズで乗れるカーフェリーですね。で今から向かっていくんですけども、このね4車線道路の苫小牧の道路を左に曲がるとあとねもう1キロぐらいで苫小牧フェリーターミナルに着きます。そうでこのねフェリーからですね苫小牧から大洗に向けて出港する船になっております。18時45分発で出発します。でまたね明日のお昼14時ぐらいですかねに大洗に到着するという予定になっております。で今日はですねこの今フェリーターミナルの近く走ってるんですけども、そんな風がないかな。この間ね大洗から乗った時はもうむちゃくちゃ風強かったんですけど、今日はそんなになさそうだね。ここが乗船車両は直進です。お迎えの人は右だし。あ、そうなの。大洗は右ですね。右だから一回ぐるんと回るのかなこれ。多分一回ぐるんと回ります。こちら側ですね。手前がですね仙台名古屋に向かうところですね。そしてこの奥ですね大洗って書いてあるところがありまして、でこっち側がですね大洗の方に行くフェリーです。じゃあもうまだ来てないってことだね。そうだね。でここに車止めてちょっと受付の方にね今から行ってきますと。よし、こちらですねフェリーターミナルです。これ上があれなのかな、ショッピングモールになってるのかな、なんかそんな感じでまずはね受付してきます。大洗商船手数機。まだ時間早い。あ、そうなの？自動のやつできるわけじゃないんだ。じゃあ2回行こうか。じゃあ1回2回行こう。今ですね無事にフェリーターミナルに着いたんですけども、3時半までね受付がどうやらスタートしないみたいなので、今ね2時12分、約1時間ぐらいね車の中でゴロゴロしてます。いっちゃんは熱盛りして待ってます。そうだね、とりあえず中でゴロゴロできるスペースはあります。はい、ということで一旦ねあと1時間ぐらいここで待機します。はい、今ですね一応受付してきました。はい、4時なんですけども、どうやらね入れるのがね僕ら5時ぐらいらしいです。乗用車は5時で同乗者は5時半からだから30分違う。やっぱねキャンピングカーあるあるかもしれないけど5メーター以下のキャブコンなんですけども、おそらく順番がまだ最後の方になるだろうということで今ちょっと場所を移動しました。てか場所の移動のお願いがされて、これは多分ねキャブコンあるあるなのかな。だからこれもしかしたらあれかもしれないよね。5メーター以上の人はもっとそうかもしれないよね。ああそうだね、うんどうなんだろうね。なんかね高さをやっぱ聞かれるんですよね。車検証通り 2.8 メーター以上ありますかみたいに言われて、そんなこんなでね、まだあとね1時間ぐらいは車の中でねゴロゴロしてます。で時間が来たらママたちとちょっと別れて行動をするような形になるかと思います。忘れ物しないように。はい、じゃあそろそろねママたちは行きます。行きますパパ。じゃあやべやべこれ。じゃあまたお部屋で待っててね。うん、パパもボンちゃん乗っけたら行きます。は隣が動き始めじゃあまたね。い。うん、また。またねたね。ここからうーちゃんとママは2人でフェリーに乗り込みます。うちのボンちゃんあそこ。さあじゃあちょっと行くよ。行ってきます。いるねボンちゃん。ボンちゃんいた？あ、まだ行かないのかな。30分経ってキャンピングカーだけ取り残されてるってことで、パパを送る前にママたちがこうだね。さあ乗りますよ。はい。やっと横浜に帰れます。はい。はい、もう船の中に入り始めましたよ。向かうよ。
じゃあ行くよ。5。あ、ここ？この部屋じゃない？入りました。この間のうーちゃん一人じゃないよ。この間のところの畳の部屋よりかはやっぱり広いね。広い。で、多分うーちゃんはなんだかんだ言ってママと同じベッドで寝るので。窓から見るとどんなだ？おー、いい感じ。生意気。じゃあパパが来るの待ってましょう。はい。うーちゃん、パパ待ちなんだよね、お外で。パパ遅い。まだ来ないね。もうちょっとで6時なのに。はい、今ですね少し動いたんですけども3時半ぐらいからずっと待ってるんですけど、今ねもう6時20分です。3時間ぐらい並んでるから、こんな待ったの初めてだ。だからね、6時45分にフェリー出るんですよ。で今6時20分だから、もうあと25分後にフェリーが出発すると。なかなかね進まないし、なんなら隣の船の乗船を始めたのかな。結構待ちますね今回。実際ねフェリーターミナルには2時ぐらいに着いて、で1時間ぐらい1時間半待って受付の時間になって、一番初めの方に受付を終わらせて、でそっからっすね。そっから長くて5時ぐらいに来て、ちょっと待ってねって言われてからもう1時間20分ぐらい待ってる。その間でママたちはもうねとっくに船の中入って部屋に入ってるみたいなんであれなんですけど、ちょっとねこれじゃあ出港前にご飯とかはちょっと難しいよね。6時半に頃になっても全然まだパパが来ない。てか外超綺麗に夕日が出てる。まだ入れないらしい。ようやく動き出し始めました。やっと入れたな。長かった。パパ。じゃあ早く行こ温泉入るよ。う。めっちゃ長かった。パパ。お部屋戻ったらさ、うん。すぐにさお風呂入ろう。真正面なのね。相変わらず玄関は狭いのね。玄関は狭い。あ、でも部屋広いじゃん。お部屋広い。どう？ゆいちゃん。こっちよ。この間のお部屋よりかいい？はい。そうだね。この間よりかな。ちゃんと机も椅子もあるし。こんな感じです。ベッド2つと、あと一応ここにも1個できるのかな。で、お部屋はよいしょ。今回もですね、前回と同じようなトイレと、あとねシャワーがついてます。もうね僕はここで十分です。ふーちゃんは入りたいみたいなので大浴場に行ってらっしゃい。行ってきます。あとエアコンはねこの部屋も完備されてます。ちょっとね部屋でゆっくりしようかなと思います。ちなみにオーシャンビューなので窓がついております。ここはね今すごく穏やかです。苫小牧どうやらねちょっとね太平洋側今回もねもちろん航路としてあるんですけども、少しねまた波が高いかもしれないということで、揺れるかもです。まあねなるべくね揺れないことを祈って酔わないぐらいの感じで行ってほしいです。お部屋はねほんと前回より全然いいです。前回のお部屋もね2人とかなら全然いいんだけどね、ちょっと3人と狭かったね。前回と同じようにねこのお部屋にもしっかり冷蔵庫がついております。これだけね冷蔵庫あれば十分です。あとテレビもついてます。あとなんか戸棚みたいなのもついてます。あとポットもついてます。よし、じゃあうーちゃんたち行っておいで。行ってきます。もう出発するから早く。早く行っておいで。パパはシャワーです。もうね僕もねシャワー入っちゃいます。はい、ちなみにですねシャワーはこんな感じで、ここでねオンオフ、今オフですね。でこれを回すとこんな感じでシャワー。水圧はね最大でこれぐらいです。これを回すオフですね。でこれ下がね温度ですね。今だいたい40度ぐらいかな、40度いかないぐらいに設定されて、ちょうどよかったのでこのままにしておきます。でここね実際使う時はこんな感じでシャワーカーテンをねしっかりこういう風に使って、入ります。アメニティもね全てセットで揃ってます。今ね下置いちゃってるんですけど、シャンプー、コンディショナー、
シャワージェル、こういうね普通のボディタオルもアメニティのセットに入ってるんで、これもね一緒に使います。一式入ってるので便利です。何も用意しなくてもそのまますぐ入れます。じゃあちょっとねシャワー入っていきます。はい、こちらねドライヤーは部屋の中に備え付けてあります。ちょうどね今髪乾かしたところなんですけど、電源はねここから使うみたいですね。ドライヤー用っていうのがあります。でもね部屋の中に1個あるとすごく便利です。ゆうちゃんとママもね帰ってきたんですけど、ドライヤーはね部屋でやるっていうので髪濡れたまんまです。ちょっと揺れるね。そうだね。今日もやっぱりなんかちょっと波があるみたいです。穏やかな旅をしたいとこですけどね。はい、ちょっとね今日も波があって揺れております。なかなかね伝わりにくいんですけども、どっちにも転がっていっちゃうね。結構ね揺れが強くて、こっちに転がしても戻ってくるような感じですね。おお、多分息よりか揺れそう。そうだね。勢いが揺れたら地獄じゃん。レストランが終わりか。なんかレストラン早かったね。7時半で終わりだって。乗船できたのが6時40分ぐらいなんで結構ギリギリやし。マジで遅かったね。はい、結構ねまた揺れがあるので、結構ね太平洋側ね基本的にあんま揺れないってよく言われてるんですけど、やっぱりね運ですね。だからその辺はね得意じゃない人は短い距離の方がいいかもしれない。青森からね函館とか北海道行く時はね、結構ね揺れてます。ちょっとこの中でねご飯食べるのも大変かなっていう、時刻が7時過ぎ、結構揺れ始めております。まだね北海道出てそんな経ってないです。もっと多分沖合出てくるともっと揺れるのかなと思います。はい、だいぶね音もミシミシと言うようになりました。うーちゃんもママと同じような感じであったのに。ママもチーンだかはい、上になります。ら。ゆうちゃん全然平気なの？すごいね。なんで？一番乗り物に強いんじゃなくちゃ。これは平気なので前には乗れない。だって馬って揺れるじゃん。こっちの方が揺れてるわ。逆にこっちは乗り物だからね。このカーテンを見れば揺れがわかるかな。こんな感じでカーテンも結構揺れてます。でももうちょっと強ければ結構揺れてんだねかな。うちらが帰る頃にはさ、まだ荒れてんのかな。どうなんだろう。晴れてんのかな。なんともう行き帰りの天気が微妙すぎてやだ。ちょっとね次回の北海道は青森函館になりそうだね。青森函館も疲れそうだよね。でもね、こっちはさ気持ち悪くなるけど、まだゴロってしてるだけでいいからさ。でも気持ちよくなっちゃうとね翌日潰れちゃうからね。まだ吐くまではいかないから、これ以上の揺れがなければまだいける。そう今日もね波の高さが3から4メーターぐらいらしいですね。で放送入った、一気に。そうで大洗の方はもっとね今お風呂もね今日は出港すぐクローズっていう案内放送が入ったみたいなので、結構ね太平洋側が荒れてるということでしょう。だからほんとね太平洋側ってあんま揺れないみたいなんですよね。結構他の人のやつ見ててたまに大荒れの時もあるけど、基本的には結構ね揺れてないような雰囲気でしたね。そんな感じでママは早々にダウンです。ふーちゃんは元気です。座ってると会う時でもこの後ね結構揺れ始めるんで早めに今日は寝ることだね。ドアとドアに挟まったし。ちょっとじゃあ売店見に行こうぜ。ママに内緒にしよう。そうだよ。みんな揺れてるけどなんとかなってんだよ。よし、売店またオープンして。はいよ。はい。これね今売店で買ってきました。酔い止めが売ってます。これママ用に。であとはポカリもう1本買ってきたのも1本ママに渡し。水はね2本。あとお菓子。ふーちゃんのお菓子。あとパパあんまお腹空いてないんでもサンドイッチでいいかなって。そんなの持ってた。とこんな感じです。じゃあご飯食べよう。うーちゃん。はい、うーちゃんのね赤いきつねを作るために水を入れます。あ、そうだ、これ北海道のやつだったね。そう、これ赤いきつね北海道編ってやつです。なんかね関西と東日本もありました。
410だからまあ丸々1本いっちゃいますか。硬い。頑張って。はいどうぞ。これ全部だよね。そうだよ。これじゃあ閉めといて。これオッケー。これまでお腹空いたらどうすんだろう。かわいつからパス食べてていいよ。つか、はい、今ねカップラーメンできたのでご飯食べちゃいます。いただきます。今ウェンズで見てました。そうだね。番組であったよ。パパもサンドイッチ食べよう。いただきます。いただきます。はい、今船内ですね、かなり揺れております。これ音がすごい。ここになってでも実際外に出るとそんな揺れないんだよね。どうしたの？揺れとってるだけ。まだ撮ってる。すごいね。まだ撮ってる。そう揺れてるから。はい、ということでもう今日は寝たいと思います。パパもちょっと座ってたら具合悪いになってしまい、ふーちゃんもあんまりだね。今日はもうおとなしくみんなで横になって寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、今ですね、時刻は5時40分ぐらいです。夜中はねだいぶ荒れてましたけど、朝はだいぶ穏やかです。窓から見える景色がこんな感じですね。ずっとねこれぐらい穏やかだったらいいんですけどね。はい、船内がね結構穏やかだとこんな感じで、カーテンの揺れも穏やかです。ということでね、今ね船に乗ってて、朝ねだいぶ落ち着いてきたんですけども、電波がね全然入ってないです。こんな感じで 4G のねこのマークが本来つくんですけども Wi-Fi が入ってないです。これモバイル Wi-Fi ですね。こっちもですね見ての通りですけども Wi-Fi のマークのところの横に電波マークがないということで、電波が入ってないです。でこれ Wi-Fi を切って 4G にしてもこんな感じですね。で 4G のマークさえ出てこないような状態です。ずっとね圏外状態ですね。モバイル Wi-Fi 持っててもこうなっちゃうというような感じです。なのでね電波に関してはなかなか入らないっていうのをね認識していただいた方がいいかもしれないです。事前にね動画とか見たい人はねダウンロードしとくとかね、そういうので対応できるのかなと思います。ちょっとね、これからねご飯とか食べ行くので、もしかしたらそっちの方は入るかもしれないです。はい、今からですねご飯食べてきます。はい、ゆうちゃんご飯楽しみですね。じゃあ行きましょう。はい、ということでねこれからご飯に行ってきます。どう？綺麗だね。昨日の夜はさ荒れてすぎてやばいね。そうだね。はい、ゆうちゃんも上がってください。こんな感じで朝ごはん。はい、ゆうちゃんも朝ごはん。はい、いただきます。はい、今ですねご飯食べて戻ってきました。ママは全然食べれませんでした。そう、ママは全然ダメ。うーちゃんは元気です。夜は抜いてるしママ。うーちゃん元気いっぱいです。はい、ということで残りねまだあと5時間ぐらいあると思うんで、部屋でねゆっくり過ごしたいと思います。ママも看病しながらね。そうだね。うーちゃんママ看病して。今ですね12時過ぎたぐらい。現在地はね多分福島県のいわき市あたりですね。で、あとね2時間ぐらいかな、2時間3時間ぐらいだと思うんですけど、やっと波が穏やかになり始めたので、なので今からちょっと売店とか行って軽食というか何か買おうかなと思ってます。今の海はというとこんな感じです。すごくね穏やかです。そういうことで綺麗なお波連ですよ。ね、今日綺麗だ。天気いいね。そう、これぐらいだったら快適な船旅ですね。
揺れが収まりました。これだったらまだママも元気。とりあえずねちょっと今から売店に行ってきます。はい、今ですね売店でアイス買ってきました。ふーちゃん自販機のアイスよね。うん、ママもです。そうだね。そうでね、アイスね1個だけ気をつけなきゃいけないことがあって、実はここの冷蔵庫、このね冷蔵庫なんですけども、このようにね冷蔵しかできないので冷凍ができないです。そうなのでアイスはね買ってきてすぐ食べるというのがフェリーでは鉄則のようです。はい、今ですね時刻が13時30分、もうほぼほぼ大洗港に到着です。外の景色は定刻が一応ですね2時ですねに定刻到着予定で、僕らがね出れるのはその後ですね。多分ね30分ぐらいねまたかかると思います。割とね着いてからもすぐ出れるというわけではございません。はい、ということでねそろそろふーちゃんも片付けの時間です。はい、ということで、ね、ちょっと片付けして準備します。はい、今ですね大洗港に到着です。一旦こんな感じでですねもう退出準備も終わりましたので、あとは出るだけです。ふーちゃんがすごい片付けしてくれて到着着岸の放送が入ってます。はい、そろそろ今ねアナウンスが流れてますので移動開始します。行くよ。よかったねこの部屋ね。ふーちゃんお部屋参入。お部屋さんありがとうございます。ありがとうございました。こんなに綺麗にベッドメイキングしてくれたんだよ。そうこんな感じで出る時も綺麗です。ふーちゃんのおかげです。ふーちゃんが働きました。はい、あと荷物が多いけど頑張れ。もうね机とかもあったんでだいぶ助かりました。よし、じゃあ出発します。風車のあれとはまた違うところ。そう3階なんかねトラックがいっぱいいたんだよ。気をつけて。はい、ありがとうございます。仕事のトラックの人がいるところにうちらが止まってるってこと？多分結構ね3階はトラックだらけ。あれなのかな、トラックで分けられてるのかな。でなんかトラックの人はねこのエレベーターからもできるらしいです。今教えていただきました。よし。お、なんかこんな感じなんだ。はい、今ですね、出発です。乗ってから早かったね意外と。早かったね。てか今回は乗り場多分ね、そうトラック乗り場だからかなんか早かったですね。わお。よいしょ。はい、今ですね大洗港を出ましてターミナル出たところです。今回もね結構ね夜中揺れたんですけど、なんとかね朝は揺れが収まって、まだね良かったかなと思います。当分はママはまだ揺れてそうな気がするけどねお外にいてもまだでも大洗なんだよねそうまだ大洗だからね自宅まではそれなりに距離があるんで、まあ言うてもね今日はもうずっと寝てただけなんで、だいぶ疲れとかもなんもなくいけるかなと思います。今回ですね北海道2週間約2週間ですね行った旅がこれでねついに終わりました。久々のね本土という本州ですね。現実に戻ってきた感じがすごい。まあ今回ね本当2週間というねかなり長い旅になりましたけども、北海道の素晴らしいというかすごいところなんだなっていうのを改めてね、実感しました。でまたねすぐ行きたいなと思うんですけども、なかなかね長距離だし休みもないとスッとはいけないんですけどもね、すごいねいい経験になりました。はいということで、今回の動画はですねフェリーを中心にお話をさせていただいたんですけども、フェリーでねちょっと今回2回乗って気づいたことをねちょっとねメリットデメリットで2つずつぐらい、お話ししていきたいんですけども、まず良かったところ2点、それはねもう1点目は間違いなく、時間をね有効に使えるっていうところですね。乗ってるだけなので、基本的にフェリーにいる間はお酒も前日だったら飲めるし、ゆっくり過ごせる。運転しなくていいからね。そういった面ではすごくね時間を有効に使えるのかなと。普通にねパソコンとかね持ち込めば、編集とかもできなくはないですし、その点はねすごい良かったかなと思います。でもう1点は思ったほど高くなかったっていうところかな、フェリーで。ちょっとねゴールデンウィークの若干ずらしもしてるんで安い期間で取ったってのなんですけど、あとはなんかね早割りじゃないけどそういう期間とかキャンペーンとかあったりするんで、ご予約をね考えてる方はですねそういうね、今回僕らが乗ったのは商船三井のサンフラワーなんですけども、他のところでもね多分そういったね早割りとかもあると思うんで、ぜひねそういうタイミングで行かれた方がやっぱお得はお得かなと思います。もちろん仕事の関係休みの関係とかもいろいろあると思うんですけども、お得に行くのであればそういうなんちゃら割みたいな時に行くのがすごいのかなと思いました。
今回ね片道だけで6万弱、両方とも約6万弱、往復で個室取っても12万ぐらい、家族3人でね。でこの辺はね一つね目安にしていただきたいなと思います。これねデメリットというか、もうね半分は運になっちゃうんですけど、ほとんど運みたいなもんなんですけど、天候に左右される。天候に左右される。行きがね4から5あたりの波の高さで、帰りも3から4ぐらいの波の高さっていうね、変わらない感じしたけどな。そうでも行きの方がやっぱりね角度がすごかったね。あ、本当？揺れてるの時の角度が違ったね。1本目の動画見ていただけると分かるんですけど、本当にね転がっていくんですよ、ペットボトルとか。しかも転がったやつが戻ってくるんですよね、逆側にも傾くから。だからそういう意味では揺れっていうのはもうこれは運になっちゃうんですけど、揺れる日は揺れますよってことですよね。太平洋の方が幾分か穏やかという話ではあったんですけど、だいぶね我々の中ではあまり穏やかではなかったで、ただですねこれデメリットの2つ目になるんですけど、乗船時間ね、これねキャンカーだけになっちゃうかもしれないけど、一応ね乗船時間指定がありまして、今回ですと4時半までに来てくださいということで、3時半からね受付開始だったので、僕らねちょっと早めに2時ぐらいからも着きまして、で3時半でね受け付けて、もうすぐ中入りたいと思ってたんですけど、こっからがねマジで長くて、車両自体は1列目に止まってたんですよ。もう一番初めの方に来たんで、前2台ぐらいしかなかったで、はい、受付もね速攻終わらせたんですよ。いざ乗船開始が始まってから4時半ぐらいからちょうど乗船始まったのかな。で結局乗れたのがね6時30分ぐらい、僕が船内に入ったのが6時30分、ママたちは先に入れたんですけど、5時半から衝撃で6時30分って僕ら出港時間6時45分だったんですよ。で早めに入って早めに何かできるかなと思ってたんですけど、どうやらねキャンカーはねそうもいかないみたいな。そこがね結構辛いです。キャンカーの人はギリギリの時間に受付することをおすすめするかな。だからギリギリまで遊んでギリギリに行くみたいなやり方でもいいのかなと思います。そういう情報もね持っていただいた方がより多く楽しめるのかなと思います。はい。ただ総じてですね、このカーフェリー今回ね2回往復で初めて使ったんですけど、揺れさえしなければ最高だと思います。体質によるよね。そう、波さえ高くなければ最高の旅だと思います。でもパパまだ平気な方でしょ。いや、それでも昨日やっぱ食べれなかったからね。で、多分普通より私は弱いでしょ。ママはだってもう入ってすぐ寝てたから。多分結構気持ち悪くなって、だから本当体質によるんだなって思う。逆にね今度僕らはね北海道行く時は今度道南を行きたいんで、青森函館間のフェリーでもいいのかなって今思ってたりとかしますんで、またね今度ねそっちはそっちでね紹介できたらいいなと思います。はい、ということで、今回はですねカーフェリーサンフラワーの紹介を中心にお送りしました。またこういったねカーフェリーの旅っていうのもね違うところで、するかもしれないので、その時はねまたちょっとこう紹介できたらいいなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したね。じゃあまたね、バイバイ。